球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は就職したい防衛チームのニュージェネ編。もしウルトラシリーズに登場する防衛チームに就職するならという動画の昭和編と平成編を過去に投稿したんですけど、それのニュージェネ編をついにやります。ニュージェネ以降の防衛チームを一つ一つ紹介していって、どこに就職したいか一緒に考えていこうぜこの野郎という動画です。なんのこっちゃわからんクソがという方は概要欄と固定コメントに URL を貼り付けておくので、そこから昭和編と平成編を見ていただけると嬉しそうにしながらお礼を言います。はい、早速やっていこうと思います。まずウルトラマン銀河なんですけど、無印銀河は高校のクラスメイトになるので、さすがに防衛チームと同列に語ることはできないので、今回は除外します。いや、もちろん光と友達になって同級生として一緒に活躍したいですけどね。ただし光、もし同級生になったらみすゞは譲るがちぐさは俺のもの。はい、ということでニュージェネ以降の作品で初の防衛チームであるウルトラマン銀河 S の UPG からいきます。UPG は超常現象に備えて国際防衛機構内に設立された防衛チームで、出来たてほやほやのかなり新しいチームです。なので変なしがらみとかもなくて、比較的風通しがいいチームで、先輩たちともそこまで歴は変わらないので、新人として入隊した際は溶け込みやすいかもしれません。人間関係も良好でめっちゃ仲が良くて、しかも個性もめちゃめちゃあります。最終的には地球人、地底人、アンドロイドまでいます。しかも女性陣3人もいて全員めっさ可愛い。これ重要。あとは立地面でも無駄に空中とか宇宙空間とかにあるわけではないので、通勤もしやすそうで、めっちゃブラックな感じも作中ではしませんでした。ただ UPG はできたばかりで発展途上という感じで、これからのチームだと思うんですけど、基本的には組織的にも活動範囲も小規模で設備も十分とは到底言えません。戦闘機とかもなくて車で戦わなければいけないのは相当きついと思います。個々の力量で強引になんとかなってきてるとはいえ、経験が浅い隊員ばかりなのも不安材料と言えます。あとは上層部もなかなかに問題があって、地底人であるビクトリアンや地球そのもののエネルギー的な感じのビクトリウム鉱石を勝手に使って内緒でビクトリウムキャノンというとんでもない兵器を作り出します。しかもそれを UPG の隊員に無理やりゴリ押しで撃たせて、とんでもない業を背負わせようとする圧倒的パワハラムーブをかましてきます。そして何よりビクトリウム鉱石があるので、狙われる危険性が高い地球の防衛チームであるという点も気をつけなければいけませんね。もし入隊した際は手土産としてショーにウエハースチョコを持って行ってあげましょう。続いてウルトラマン X に登場した防衛チームジオ。ジオはウルトラマン X がグリーザを太陽にぶち込んだ時に起こったウルトラフレアの影響で、スパークドールズから目覚め散らかした怪獣たちに対抗するために作られた地球防衛組織アンバーの実動部隊の防衛チームです。めちゃめちゃしっかりした組織なので、設備装備は充実しまくりで、専門分野に分かれた編成やファントン星人の技術などもあって、ウルトラマンをパワーアップまでさせてしまえるほどのかなりの技術実力があるチームと言えます。怪獣に対抗するために作られた専門チームだということも頼もしくて、感覚ですけど福利厚生もしっかりしていそうな雰囲気が漂いまくっています。しかもそれでいて人間関係も良好で仲が良くて、当然パワハラ的なこともありません。ただ作戦用のデスクの上でお菓子は食べないようにしましょう。基地も地上なので通勤しやすそうで、建物もオシャンティーです。で、本来ならここでデメリットの部分もいくつか挙げたいんですけど、このチーム本当にこれといってない気がするんですよね。怪獣を倒すだけではなくて公正共存的な路線を模索している部分があるので、そこがちょっと難しいかなとか、組織的にも実力的にもしっかりしているので、なかなかすぐには戦力にはなれない可能性が高いことぐらいで、目立った欠点はないです。誰かコメントで無理やりジオの悪いところ教えてください。続いて順番的にはオーブの SSP なんですけど、防衛チームじゃないしお金がなさそうすぎて給料とかも多分ろくに出ないと思うので、就職先を選ぶ今回の動画的には対象外とさせていただきます。ビートル隊も渋川さんが上司だというだけで魅力たっぷりなんですけど、主人公が所属していないし物語の中心だったわけでもないので、こちらも今回は対象外とします。
同じく G ドの星雲層も仲間たちとの基地なので当然給料は出ないし、ルーブのクワトロ M もバイトならワンチャンできるかもしれないですけど防衛チームじゃないし、そもそも港家の一員になれないですよね。G ドの AIB とかルーブのアイゼンテックも主人公所属ではなく防衛チームでもないので今回は対象外とさせてください。ただ AIB にはゼガンという怪獣兵器がいたり、アイゼンテックには怪獣拘束システムがあったり、実力的には防衛チームと変わらないレベルですよね。働いてみたい気持ちもめちゃめちゃあります。続いてウルトラマンタイガに登場したイージス。イージスも防衛チームではないんですけど、物語の中での役割は防衛チームとほぼ同じと言っても差し支えない存在なので、就職先の対象ということで他のチームと同じく履歴書を用意しておいてください。イージスは民間の警備会社なんですけど、もともと宇宙人絡みの事件を扱う警察組織にいた佐々木かなが立ち上げた企業なので、そっち系の依頼が多いです。なので普通に警備会社に入社したつもりでいたらえらい目に遭います。他にもそれ警備会社がやる仕事かみたいなのも多いので、やっぱり防衛チーム扱いで正解ですね。人間関係は良好で、佐々木かな社長を筆頭に頼りになりまくる先輩たちが多くて、宇宙人やアンドロイドまで幅広く所属しているのでめちゃめちゃバラエティ豊かです。一般的な防衛チームとは違って依頼を受けて報酬をいただく前提で動くとはいえ、民間人との民間宇宙人ですよね。民間宇宙人との距離が近めです。当然一般の企業なので地上のアクセスしやすそうな立地で、生粋の防衛チームよりは勤務時間も短そうです。ただやっぱり民間の企業で組織として大きくはないので、設備装備的にも立場的にもやれることがかなり限られている点が他の防衛チームと比べると見劣りしてしまうところですね。戦闘機とかは当然ないですし、武器なんてトンファーとスタンガンですからね。相当な超人じゃないとかなり危険そうです。ただ新人として入隊した際はひろゆきは喜んでくれそうではあります。次はウルトラマン Z の防衛チームストレイジ。ストレイジは地球防衛軍の日本支部の対怪獣用ロボット部隊で、創始者は日本支部長官の栗山さんです。怪獣専門のチームで組織もしっかりしていて、設備装備も充実しています。特にみんな大好きセブンガーを含む特空機という巨大ロボットを複数所有していて、戦力は充実しています。隊長が宇宙人だったり他にも癖が強い人がいたりするんですけど、人間関係は良好でかなり雰囲気がいいです。歴代でド派手なデザインが多かった隊員服もミリタリー感があるリアルなかっこよさがあるものになっているのも特徴的ですよね。立地的にも通勤しやすそうで、人数がそれほど多いわけではないので入ってすぐ活躍の場がありそうです。ただこのストレイジというチーム非常に優秀なのにもかかわらず、なぜか予算が渋られていたり不遇な扱いを受けがちなんですよね。栗山長官一人の人格を乗っ取られただけで解散まで追い込まれたり、上がいまいち信用できない組織ではあります。隊長が宇宙人なのもリスクで、実際そこを突かれて濡れ衣を着せられまくって、もう濡れ衣で厚着させられてましたからね。あとは人数が少ないので入ってすぐゴリゴリに前線に駆り出されそうなのも、徐々に段階を踏んで成長していきたい人にとってはマイナスになりうるかもしれません。でも女性陣2人ともめっちゃ可愛いです。腕相撲に自信がある人はぜひ履歴書を送りましょう。入隊した際は怪獣や宇宙人の体の一部とか盆栽とか持っていけば早く馴染めると思うのでおすすめです。次はウルトラマントリガーの防衛チームガッツセレクト。旧ガッツセレクトですね。ガッツセレクトは地球平和連合 TPU によって設立されたエキスパートチームで、6年前からトリガーの宇宙で怪獣が生きり出したことを理由に設立された非常に若いチームです。若いとはいえ組織はめちゃめちゃしっかりしていて、ナースデステーゴやガッツファルコンなどを筆頭に設備装備は充実していて、それらを設計したバグレベルの天才もいます。その天才のアキトや現役 JK のユナなど非常に若くて能力が高い先輩が多いフレッシュなチームです。個性は強いですけど人間関係は良好で、ムードメーカーにメトロン星人までいて雰囲気はいいです。基
基地はナースデス整合の内部なので、通勤とか立地とかはそもそも考えなくていいんですけど、住み込み確定なのでなかなか家には帰れなさそうです。ちょっと家寄ってくださいとかありだったら嬉しいですね。あとは将来的に地球外の勤務もあり得るので、そこも考えておく必要があります。あとさっきはフレッシュなチームってポジティブに言いましたけど、言い換えると経験不足であるということと、シンプルにおじさん新人として入隊した際に先輩に JK がいるのきつくねとも思います。まあ他のチームも十分若いので一緒かもしれないですけど、特に若いチームであると思います。あとはエタニティコアがある狙われやすい地球の防衛チームであることも考慮しないといけませんね。もし入隊した際はスマイルを心がけてください。最後はウルトラマンデッカーの防衛チームガッツセレクト、新ガッツセレクトですね。旧ガッツセレクトと母体は同じなので、当然しっかりとした組織で年数が経っているので、母体の TPU も本格的に宇宙規模にまで成長しています。一度怪獣が出なくなってスフィアが襲来するまでの間空白があるので、実質新しいチームみたいな感じではあるんですけど、設備装備は整いまくりのままだし、なんならパワーアップしています。何より旧ガッツセレクトの頼もしい先輩たちがついています。それに旧チームからの知識や経験の蓄積があるので、新メンバーたちの経験の浅さはカバーしてお釣りが来るレベルです。その辺は新人として入隊した際もかなり心強い要素ですよね。みんなで成長していくという一体感もあるのに、しっかりとした経験と知識の蓄積もあるという非常にバランスがいいチームです。人間関係もめっちゃ良好でいいやつしかいません。羽次郎も可愛いし。ただ内部に悪意がある宇宙人ががっつり潜んでいることや、将来的に地球外に勤務しなければならない可能性があるのがネックではあります。それと愛も変わらずエタニティコアは存在しているので、狙われる可能性が上がっていそうな地球の防衛チームです。入隊した際は羽次郎に秘密を握られないようにしましょう。羽次郎のデータを見られたらバレます。はい、という感じで就職したい防衛チームニュージェネ編、楽しかったですわ。時代が時代なので、昭和の防衛チームみたいに人間関係で心配する必要がなかったり、ありえないぐらいのブラックであることも多分ないだろうなという謎の安心感がありましたね、全体的に。まあ月君的にはジオか新ガッツセレクトですかね。ジオは悪いところ本当にほぼないと思います。アスナの第1位が、ちょっとうるさいぐらいですかね。新ガッツセレクトはチームももちろん魅力的なんですけど、シンプルにカナタと友達になりたいです。皆さんがどこに就職したいかぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。